は長谷川の72分の1スケール日本海軍局地戦闘機雷電21型の仮組みを行います。長谷川衛隊の雷電ですね。いつ頃に発売されたキットなんですか？初出は1977年になるのだ。かなり古いキットですね。モールドは凸モールドですか？実は大モールドなのだ。この時期の長谷川は凸だったり大だったり仕様が安定していませんね。そうそう、雷電より後に出たはやてやはやぶさ2型は凸モールドだったりするのだ。ディテールの再現度はどんな感じですか？パネルラインが O でしっかり彫刻されているぐらいでビベット表現は特にない感じなのだ。72分の1スケールとしては当時の標準的なディテールって感じですね。雷電については48分の1スケールではマイクロエースとタミヤ、72分の1スケールではソードのキットをすでにレビューしているので機体の解説やメーカー別の発売状況は割愛するのだ。なるほど。じゃあ今回は何を中心に紹介してくれるんですか？稲妻のマーキングについて詳しく見ていこうと思うのだ。雷電といえば稲妻マーキングですよね。48分の1のマイクロエースやタミヤのキットでも採用されていましたよね。そうそう、ソードのキットは21型ではないのでそのマーキングは含まれていなかったけどね。長谷川のパッケージも稲妻マークの機体ですね。実は昔のパッケージは違っていたんだよ。そうなんですね。そうそう、これが昔のパッケージ、そしてこっちが現行のパッケージなんだけど構図は同じですけど昔は稲妻が描かれていませんね。そうなのだ。1987年頃のパッケージから稲妻入りのデザインに変更されたのだ。昔のは第302海軍航空隊厚木基地の機体ですよね。稲妻マーキングの方はどこの部隊なんですか？第3号二海軍航空隊所属機のようなのだ。雷電というと厚木航空隊のイメージが強いですけど九州は長崎県の大村飛行場なのだ。大村飛行場といえば九州北西部ですね。創設の目的は何だったんですか？本土防空が主な任務だったみたいね。特に九州や西日本は工業地帯や港湾施設が多く戦略的な要衝だったのだ。なるほど。いつ頃編成されたんですか？1944年8月に解体されたみたい。冷戦結構雷電の混成部隊として運用されたのだ。1944年6月には B29 が中国の成都から北九州へ爆撃を開始してますね。そうそう、当初は中国奥地からの爆撃だったので航続距離の関係で九州北部が中心だったけど同年11月以降はサイパン島からの爆撃で日本本土全域が攻撃圏内に入りましたね。その対策の一つとして創設されたのが第3号二海軍航空隊というわけなのだ。雷電の配備数はどのくらいだったんですか？時期によって異なるけど10機前後のようだね。他には冷戦が30機月光が10機ほど配備されていたみたい。では稲妻マーキングはどのようにして生まれたんですか？このマーキングが施された雷電の搭乗員である青木中尉が隊に着任して以降に施されるようになったみたい。それで青木中尉の発案だったんですか？正確には部下のアイデアを採用したらしいよ。雷電なんだから稲妻が似合うだろという発想だったみたいだね。なるほど。それで派手なデザインが生まれたんですね。分隊長機には太い稲妻を2本小隊長機には1本描いたとされているよ。小隊長機は稲妻1本だったんですね。残念ながら小隊長機の写真は見つかってないのだ。投稿者の想像ですとこんな感じだったのではと。想像ですからね。それにしても日本機としては珍しいかなり目立つマーキングですよね。ちなみにこの太い稲妻が描かれていたのは大村飛行場時代のみで後に鹿屋基地へ移動してからは描かれない機体に登場したみたいだね。派手なマーキングだと敵からも目立ちますからね。他の部隊との混成となったので遠慮したとかもあるかもね。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは B29 の迎撃へと上昇中の雷電21型なのだ。前述通り稲妻のマーキングがかっこいいですね。箱の中身はグレーのランナー2枚透明パーツが1枚デカール1枚組み立て説明書それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは2種類。第3号二海軍航空隊青木中尉機で1945年の大村基地第302海軍航空隊所属機で厚木基地なのだ。なるほど。部品点数は全部で35点。72分の1スケールのレシプロ機としては部品点数は少なめですね。それでは長谷川 A 隊の72分の1スケール日本海軍
局地戦闘機ライデン21型の仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で4パーツ。操縦席床と操縦桿、座席なのだ。その他にケーキパネルも組み立てね。ケーキパネルは2パーツ構成。ケーキと防弾ガラスなのだ。ケーキパネルはデカール表現で、そうなのだ。パイロットがついてますね。ある程度操縦席のディテールはありますが、乗っていただいた方がいいですね。次はエンジンですね。ライデンは空冷エンジンですが、エンジン本体は見えない部分となり省略されている。パーツ的には冷却ブレードのみって感じね。この冷却ブレードはカウリングの先端につけるのね。そうそう、カウリングは先端部分の後ろにプロペラ軸を仕込む。先ほどの冷却ブレードを通してプロペラで挟み込むわけなのだ。プロペラにはスピナーをかぶせるわけね。ちなみにプロペラは2種類ついているのだ。選んだマーキングで変わるわけね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席とケーキパネルを挟み込んで接着なのだ。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドとなります。少し甘い部分もあるので適宜掘り直しかな。主翼はどうでしょうか？主翼は全部で3パーツ構成。主翼かパーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなります。ここで胴体と合体ね。胴体と主翼を組み合わせたら機首にカウリング先端をつける。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造となるのだ。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなっているので操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずはカバーパーツの切断から始めるのだ。カバーは1パーツとなっているのね。これを3分割にします。飛行形態で作るときは楽そうね。そして左右試脚、試脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤと試脚とカバーの構成ね。胴体に接着するカバーもあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となっているのだ。お好きなタイミングで取り付けね。次は細かいパーツなのだ。カウリングの仮面にエアインテークを取り付けるのね。そうなのだ。最後は吊るし物ね。胴体下に増装を吊るせる。増装は左右分割となるのね。では終わりに総評なのだ。今回は長谷川衛隊の72分の1スケール日本海軍局地戦闘機ライデン21型の仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組みしてみた感想はどうでしたか？パーツ点数は少なめで組みやすく合わせも良好。低価格ながら全体のまとまりも良く初心者が週末ビルドで楽しむのにも向いていると感じたのだ。モールドの印象はどうでした？一部のパネルラインがやや浅めではあるけれど掘り直しをすれば問題なく仕上がるレベルなのだ。コックピット周りはどうでしたか？コックピットは全体的にシンプルな構成で上級者であればディテールアップ前提で作り込む余地があると思うのだ。パイロットを乗せて雰囲気重視で仕上げるのもありですね。キャノピー越しに見える範囲であれば十分な表現と言えるのだ。その他に気になった点はありましたか？長谷川の72分の1ではよくある話だけど主脚庫は浅めで物足りない印象があるのだ。なるほど。内装や見えない部分のディテールにはやや不満が残るということですね。とはいえ72分の1スケールのライデンで現役入手可能なキットは国産ではこの長谷川だけなのだ。ソード性もありますが価格や入手のしやすさでは長谷川に軍配が上がりますね。まとめると古いキットながらも大モールドで組み立てしやすく初心者にも扱いやすい一方で細部のディテールは控えめだからこそ上級者にとっても手を入れる楽しみがあるベースキットとしても優秀な存在だと感じたのだ。なるほど。どこでも手に入りやすく価格も手頃という点も魅力ですね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。